皆さんこんにちは、ガジログです。今回はファーウェイからついに発表されましたファーウェイウォッチ4スマートウォッチをご紹介したいと思います。発表は5月18日、中国国内にて発表されているモデルになります。まだグローバルモデルや日本向けには発表されていません。では一体どんなスペックになっているのか、ファーウェイ公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では主な特徴を見ていきたいと思いますが、公式サイトを Google 翻訳したものになりますが、若干翻訳がおかしいところがあるかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。まず最初にバリエーションを見ていきたいと思います。ファーウェイウォッチ4 Pro は青い地球、このブルーのモデル、そしてマーズチタンですね。ボディがチタンだと思います。また革ベルトを採用したジュピターブラウン、そしてファーウェイウォッチ4はサターンブラウン、マジックムーンブラック、そしてヴィーナスホワイト、3色展開バリエーションとなっています。かっこいいですね。そして材質が出てきていますけども、ファーウェイウォッチ4は 316L ステンレスチールの鏡面研磨ケースと 3D 曲面ガラスを採用しており、手作業で研磨された滑らかな曲線、スマートな光沢があり、高級感を示しています。また毎日回転する爽やかなプラネットシリーズの文字盤もあり、手首の上で宇宙を巡ることができますと出ています。ということで、ボディの材質は鏡面仕上げされている 316L ステンレススチールが採用されています。ちなみにこのステンレススチールは医療レベルで使われているものと同等になっているわけですね。加えてですが、チタンケースも用意されています。非常に堅牢で、それでいてチタンですので軽量だっていうことがわかります。またこのディスプレイ、先ほど触れましたが、球面のサファイアガラスになっていますのでね、非常に触り心地もいいですし、硬さに関しましてもサファイアですので、どちらも強靭な素材を使っていることがわかります。そして文字盤の情報になります。素敵なダイヤルすべてがそこにありますと出ています。文字盤を変えればスタイルも変わります。ディスカバリーシリーズの文字盤、宇宙の惑星、特別な星座、登山家などお気に入りのテーマはあなたの手に。写真の文字盤は手首に美しく固定され保持されます。また常に変化する魅力を備えた4万以上のパーソナライズされた文字盤があり、あなたにマッチする可能性がさらに広がりますと出ていますが、非常に洗練されている文字盤が出ています。パッと目につくところは個人的にはこちらになりますね。有機 EL ディスプレイはできればですね、黒表示のままの方が消費電力は低く抑えられるんですね。黒は表示しないっていうことはできるんですけども、こういう白であればそれなりにバッテリー消費すると思いますが、とはいえデザインがめちゃめちゃいいですよね。このホワイトバンドの316ステンレススチールにこの白の文字盤、かっこいいなと思います。でさらにこちらの文字盤も目につきますね。非常に機能的でメカニカルな感じもあって、個人的には好みですね。さらにディスプレイが表示されましたが、何でしょうか。境界線をリフレッシュして目を開けてくださいとあります。非常に狭い黒枠を備えたということで、ベゼルが狭いということですね。 1.5 インチの長大画面と 72% 以上の画面対本体比により、画面占有率ですね。この時計はより広いディスプレイ、インターフェースを備えており、雰囲気があり没入感のある外観になっていますということです。ファーウェイウォッチ4 Pro は黒枠が 16.5%、 従来のモデルよりベゼルが狭くなっているということですね。ファーウェイウォッチ4に関しましては 21.6% になっているということです。その情報をもとにも改めてみますと、確かに強額物になっていることが分かります。こちらのベゼルに対しましてサファイアガラスいっぱいまでディスプレイが表示されてるんじゃないかなと思います。そして搭載されている OS はファーウェイ独自 OS のハーモニー OS となっています。でしかもですね、今回携帯電話を手に取ることがなく、重要な情報を見逃すことはありません。この時計はなんとeSIM 対応ですね。ワンナンバーデュアルターミナルと独立したナンバーをサポートしており、通話とテキストメッセージは手首で独立して送受信できます。ということで、なんと携帯回線に接続できるという、そうした機能が今回入っています。スタンダードオンコールということで、スマートフォンはいらないということになりますね。すごいですね。そしてファーウェイの電気自動車が出ていますね。アイとなっていますが、暑い夏には時計のアイとアプリを使って窓やエアコンを遠隔操作して車に乗った時に涼しさを楽しんだり、ドアのロック解除や充電情報の確認も遠隔で行えます。ファーウェイウォレットは NFC 車のキーをサポートしており、タッチで車のドアを開けることができ、旅行がより便利になりますとありますね。これはですね、2年ほど前からも採用されている技術になっているんですが、ファーウェイの電気自動車と連携することによって、ウォッチのディスプレイでこのアイトシリーズのキーロックを解除すると、もしくは窓を開けたり空調を制御したりということができるわけですね。この辺もファーウェイならではのハーモニー OS で連携しているということになります。
そしてヘルスケア関連の情報になります。健康の未来をリードするとあります。高血糖のリスク早めに知ってくださいということで、これは来ましたね。高糖質、高脂肪食の過剰摂取、座りっぱなしの運動、長時間の夜更かし、血糖値の健康に気を使い始めていますかとありまして、ざっとね、いろんな組織の名前が出ていますが、連続7日以上時計を着用し、ファーウェイトゥルースイン 5.0 に基づいて高血糖リスクを評価します。そして高精度の身体的兆候モニタリング技術、スクリーニング域値を下げ、潜在的な高血糖リスクの認識ということになりますね。詳細情報はなかなかわからないんですけども、これがですね、発売されて日本で動作しないんじゃないかなっていう気はします。地域を中国国内にしてあればね、使うことはできるかもしれませんが、搭載してきたのであればね、日本向けのモデルが出た時にはこちらも使えるとめちゃめちゃ売れそうな気がしますね。そしてさらに出ていますが、心拍数や血中酸素、心電図、ECG も搭載、そして心臓血管の健康状態、呼吸器の健康状態、その他10個の健康指標はボタン1つで検出開始、60秒で完了し、精密検査レポートを生成しますということで、すごいですね。ワンタップで10項目っていうのは今まで聞いたことはないですね。このあたりも相当ブラッシュアップしてきたことがわかります。そして詳しい情報になりますが、 ECG の心電図機能ですね、こちらが搭載されています。これも少し前からも載っています。で、さらに自宅で心臓血管の健康を管理ということで、8つのチャンネルの心拍数センサーに基づいて、この時計は心拍数の工程を適時に識別し、心房細胞を予測し、リアルタイムのリマインダーを発行することができ、動脈硬化のスクリーニングや血管年齢の評価に役立ちますとありますが、心房細胞の予測利息ということで、ほぼ医療機器に近いなということになりますけども、医療機器ではありませんということでね、踏まえておく必要はあります。さらに呼吸器の健康についても出ていますね。そして睡眠モニタリングももちろん搭載されています。そして山を登って海に下っても最後まで同行しますとありますね。ということで、ワークアウト、スポーツ関連になりますが、100以上のスポーツモードに対応しています。このぐらいあればもうほぼね、十分じゃないかなと思います。そして次にバッテリーの情報になりますね。デュアルモードでアップグレードとあります。オールマイティモードというものと、超ロングバッテリーライフモードと2つあります。まずこちらのオールマイティモードを見ていきますと、ファーウェイウォッチ4 Pro になりますが 4.5 日ということになっています。ファーウェイウォッチ4は3日間ということになりますね。この辺はですね、やっぱり高機能な AOD を使うのであれば致し方ない数値かなと思います。そして超ロングバッテリーライフモードとありますけども、こちらであれば12日間、また超ロングバッテリーライフモードは最大とありますけどもね、こちら21日間持ちますよとあります。ファーウェイウォッチ4であれば8日間、もしくは超ロングであれば14日間ということになります。すべての機能を使うとしたらやっぱりこちらになってしまうということなんですが、プロであれば12日間、無印であれば8日間ということで、この辺をね目安にしておいた方がいいのかなという気はします。そして充電に関してですが、急速充電に対応し、15分充電すると丸1日使用することができますよとていますね。しかもワイヤレス充電に対応するんですが、超高速ですよとあります。最速60分でフル充電ということでめちゃくちゃ速いですね。しかもですね、ファーウェイウォッチ4シリーズはグラフェン3次元多次元放熱システムを採用しており、放熱能力が最大 24% 向上し、常に穏やかな気分を保ちますと出ています。このあたりスマートフォンでそのベーパーチャンバーとかよく言われて、放熱のことをよく言っているんですけども、そのあたりの技術がこちらにも採用されているんだと思われます。ではまだ触れていなかった情報も含めざっとまとめていきたいと思います。サイズになりますけども、ファーウェイウォッチ4は 46.2mm になっています。そしてプロのモデルは 48.8mm ということで、ややね一回りプロモデルは大きくなっています。そして重さになりますけども、無印の方はストラップを除く重さは約 48g となっています。プロモデルは約 65g となっていて、ちょっとねずっしりする感じにはなると思います。そしてディスプレイのサイズになりますが、 1.5 インチのアモレッドディスプレイの LTP 用のカラースクリーンということになりますね。そして解像度は 466×466 とかなり高精細になっています。さらに GPS になりますが、 Watch 4は L1 の GPS に対応していまして、おなじみの5種衛星測位に対応しています。そして4 Pro になりますと L1
なんと L5 のデュアルバンドに対応し、L5 に関しましては GPS とグロナス、ベイドということになりますね。当然ながらスピーカー、そしてマイクもサポートしていますので、通話機能に対応しているわけです。というわけで最後に価格の方を見ていきたいと思いますが、V モールというファーベ公式のストアになっています。Watch 4 Pro がね、今販売されているわけですけども、なんとラッシュ価格ということで、早割りになると思いますが、3349元となっています。今現在ですね、1元あたり 19.6 円になっているんですが、日本円に換算しますと約6万7000円となっています。意外と安いなという感じですね。というわけで今回ファーウェイ Watch 4シリーズが発表されましたが、なんと同時にプロシリーズも発表されまして、しかも eSIM 対応ということになっています。日本に合わせてローカライズされて販売されることを期待します。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。